本日も道の駅巡り、いや今日はね、本日は道の駅巡りという感じではなく、道の駅、一つの道の駅に向かっております。兵庫県の道の駅はですね、今はですね、兵庫県の稲川町という場所を走っていますけども、兵庫県の道の駅はですね、全道の駅回ってはいたんですけども、この道の駅巡りの最中にですね、一つ新しい駅が兵庫県にオープンしまして、今日はですね、その一駅に行ってみようというところです。兵庫県のですね、37番目ぐらいの道の駅だったと思うんですけども、兵庫県のですね、余川という場所にあります道の駅余川に行きます。高速道路で行くとですね、すぐに着くことができる道の駅ではあるんですけどもね、今回はあまりにもですね高速道路を使ってしまうと味気がないということもありますし、回るのは一駅だけということもありまして、一般道でですね、道の駅余川を目指していきます。この間和歌山県の道の駅一駅回りまして、道の駅那智ですね、最後の道の駅だったんですけども、周辺の道の駅もですね、再び寄りながら観光もちょこちょことしつつですね、道の駅の那智の方がですね終わりまして、和歌山県が回り終わりました。今でも大阪、京都、兵庫もね、新しい道の駅できちゃったんであれなんですけど、兵庫、和歌山と終わっておりまして、滋賀がですね、道の駅愛の土山という場所が今リニューアル工事中で行くことができませんので、愛の土山がリニューアル工事が終わったらそちらに行って、福井県の道の駅が確か9駅8駅ぐらい残ってたと思うんですけども、その道の駅を行って、道の駅巡りはですね終了となります。ちょっとした休みをですね利用しながらの道の駅巡りでしたので、どれぐらいかかりましたかね。2年ぐらいかけて道の駅近畿を回った感じになりますかね。一つの道の駅を起点にしてぐるっと巡ればそんなに時間がかかんないとは思うんですけどね、何日間か時間をとってですね、ただ一度一回家に帰ってはまた道の駅に行きっていうことを繰り返してると、やっぱりですね時間の方がかかってしまいまして、ようやくですね近畿の道の駅があと8駅9駅10駅か、約10駅ぐらいで終わるっていうことになってます。で、福井県の道の駅がですねちょっと遠いので、福井のしかも北の方ばっかりなんですよね、余ってるのが。なかなかですね遠いということがありまして、福井の道の駅はですね来月に少し休みを取って、で休みにですねまとめて回れればなというふうに思っております。
こからですね、兵庫県の道の駅、兵庫県の道の駅余川はですね、余川インターチェンジのすぐ近くにありますので、高速道路で行くとですね、早いですよね。大阪から行ってもですね、高速に乗ってしまえば30分ぐらいで着くことができると思います。ここからですね、兵庫県の三田市に入ります。この辺りの道はですね、兵庫県の道の駅巡りの時にも散々通ってる道の駅なので、しかもただただドライブしたりする時とかですね、なんかそういう時もよく走っていたので、この辺はですね、自分の中でもおなじみのルートみたいな、そんなところです。気持ちよく晴れ渡ってくれているんですけど、もうエアコンがですね欠かせなくなりつつあります。窓開けて走ってもいいですけどね。三田市にあります有馬富士公園を越えていきます。ちょうどこの辺りを越えていきますとですね、三田の市街地の方に入っていきます。これ左でもよかったっけな。左でもよかった。ちょうどこの高架線の上が JR ですね。右手に新三田駅があります。この辺からはですね、整備された住宅街がずっと続くというところになりますね。バブル時代とかにですね作られたニュータウンですね。当時はこの辺りのマンションを両親が買おうとして何回か見に来され、一緒についてこさされた覚えが今でもあるんですけど、その当時はですね抽選がすごかったらしくて買えなかったみたいですよね。次に行く道の駅余川なんですけども、以前からあった施設が道の駅に変わったみたいな感じなんですよね。なのでちょうど余川の周辺っていうのは山田錦発祥の場所だったりもしますので、日本酒のですねミュージアムがあるのと温泉、そしてなんていうんですかね、物産館みたいなところがあるという道の駅で、結構規模の大きい道の駅のような感じがですねホームページで見てるとしました。この交差点を右に進んでいきます。やっぱりちょっと外れると山の中って感じがしますよね。山の中というか郊外の土地なんだなというか、そういう感じがしますね。有馬カンツリークラブがあります。兵庫県のですね余川の辺りとかっていうのは結構ゴルフ場が多いんですよね。いろいろと周辺もう一駅なんで観光しようかなと思って観光地検索してたんですけど、あまりにも観光地が出てこない。なかなかそうかといったところではありましたね。
道の駅のホームページにも観光の情報とか書いてあったりもするんですけど、食べるお店とかはあるんですけど、僕は道の駅で済ますというのがこの道の駅巡りの、一つの醍醐味でもありますので、ちょうど今がですね、中国自動車道沿いの道を走ってるみたいですね。今はエアコンを止めて、窓を開けて走ってるんですけど、いや気持ちがいいです。こういう木のなんていうんですかね、木陰があるところとか走ると空気が冷たくて気持ちがいいですね。県道356号線ですね。走っていきます。この交差点を左、看板が出てる。道の駅岡は4キロと出ております。もう右側がですね、中国自動車道です。舞鶴若狭自動車道って書いてあるんですね。ここね、よもぎ虫ユオンさん、以前に行ったことあるんですけどね、昔はお食事食べることができてご飯を食べに行ったんですけど、美味しかったんですけどね、今はされてないみたいです。わあ、めちゃ綺麗、めちゃ綺麗です。この景色いいっすね。道の駅岡は 1.7 キロです。いいっすね。今がですね、県道17号線を走ってますね。綺麗な神社ですね。中宮神社。道の駅三川がですね、見えてきまして、これなんだろうな。道の駅岡川到着です。道の駅岡川です。わあ、多そうやな。よいしょ。Putting on a show like a domino, I fall. Another bottle, don't know what to say. Send me on my way to you. I know you're all that I want, but I don't even know your name. So don't go, leave me here lonely. I'll show you another way. And you say it's a one-night thing, but I want something more than that. So don't go, leave me lonely. I'll show you another way.
の新しい道の駅ですね、余川の方に行ってきまして、道の駅余川ではですね2つ買いました。まずはですね、道の駅余川はですね、日本酒をしっかりと試飲できる道の駅ということでありまして、こちらですね、日本酒、山田錦の日本酒を買ってきました。でこちらの方にですね、道の駅の余川のお酒というふうに書いてありまして、これはですね、道の駅で販売されているですね、限定商品の方になります。ご紹介するときにはですね、これが販売されていないのかもしれません。そしてもう一つがですね、道の駅余川にあります山田錦の館というところがあるんですけども、そちらの方限定のですね、余川の日本酒の酒粕を使ったですね、どら焼きです。こちらの方はですね、運転しながら食べることができませんので、持ち帰って食べるということにはなりますが、この2つをですね買ってきました。ではこちらのどら焼きの方を開けてみます。中はですね、このような形で道の駅余川と入っております。これ若干日本酒の香りがします。原材料名を見るとですね、日本酒と酒粕入っているということです。ちょっと割ってみましょう。中身はですね、このような感じのどら焼きになってます。いただきます。日本酒の香りがですねちょっとしますので、合うのかなと思ったんですけど、めちゃくちゃよく合いますね。生地もしっとりしてますし、あんこも美味しいですし、日本酒が苦手ではない方であればですね、余川でオリジナルのですねどら焼きを買ってみるのも一つかと思います。他にも道の駅余川にはですね、オリジナル商品がいろいろあります。山田錦を使ったパエリアとかですね、リゾットとかも販売されていましたかね。そちらの方もオリジナル商品ということになりますので、今回はちょっと購入してないんですけども、道の駅余川に行ったらですね、ぜひ試してみてください。続いてこちらの日本酒の方もいただいてみましょう。こちらの日本酒はですね、余川の徳栄地区という場所があるみたいで、そこで採れた山田錦を使った 100% ですね、使った日本酒です。美味しい。辛口が好きな人はあまりかもしれないですが、甘みの日本酒が好きな人はこれはおすすめです。僕が買ったやつはですね、純米吟醸になりますので、山田錦の味をですね楽しめるんじゃないかなと思います。日本酒好きの方もですね、ぜひ行ってみてください。
横川はですね、三木市になりますので、三木の案内がいっぱいされていました。で、山田錦を作っている場所だったりもしますので、日本酒がですね、めちゃくちゃ充実してました。美味しそうな日本酒とたくさんありますし、車を運転しない方だったらですね、試飲コーナーもありますので、お金を入れていろんな種類の日本酒を試飲することができるみたいなところもありましたし、物がですねやっぱりきれいに整列されてて見やすかったです。道の駅近くの途中のところですね、動画の中で流してると思うんですけども、あそこは道の駅の本当にすぐ近くにある観光地でもありますので、歩いて行くことができます。道の駅からで、道の駅の中の建物の中で車をここに置いて歩いていっていいですよっていうのが書いてありましたので、またああいう滝とかもですね、よかったら行ってみてください。今回は兵庫県の道の駅横川に行ってきました。次回はですね、福井県の道の駅に行こうと思ってます。このチャンネルではですね、愛車の S660 に乗りまして道の駅巡りをしております。もう近畿の道の駅はですね、あと少しで終わるというところなんですが、福井の方を回ってですね、一通り道の駅を回りたいと思っていますので、道の駅が好きな方、S660 が好きな方、ドライブ動画が好きな方、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。